めちゃくちゃ蒸し暑いんですけど。どうもフロントです。これから突発、弾丸ツーリング東北編行ってまいります。はいどうもフロントです。暑い。今の時刻は20時13分、この時点でも30度あります。どうなっちゃってるんですよね。暑い。突発的にですね、弾丸ツーリング思いつきまして、日帰りで青森奥入瀬渓谷見に行こう計画です。はい。また日帰りですよ。ちょっと今回は24時間とはねいかないかもしれないんですけども、宿泊なしでですね、東京から青森まで行って、多分晴れてはいないでしょう奥入瀬渓谷ですね、を見て、ただ帰ってくるというピストン、ものすごいですね、強行かもしれないんですけど行こうと思ってます。季節はねもう完全に梅雨ですよ。もう梅雨なんでね、いつ雨降るかわからないですし、降るとなるとね、なんかすごくどさーっと降ったりなんかすると、さすがにねちょっとバイクも嫌だなというのがあってですね、ひとまず今日明日の間はそんなに降らないだろう、途中降るかもしれないね、フロントのモトブログですから、しょうがないでしょう。それをね、見越してちょっと走りに行こうかと思ってます。はい、今はここはですね練馬になります。これから、外環に乗って東北道に乗ってもうひたすら走っていこうと思います。距離は片道670、往復1300ちょっと、1日あればいけるっしょねというわけでですね、いつもの弾丸ツーリング始めます。時刻がねもう8時過ぎてるんですけど、夕飯食わずに出てきちゃったんでね、なんか食っときゃよかったかなという。外環の入り口に来ました。あれ ETC ちゃんとセットしてあるよね今頃何言ってるって感じですけど、通行か大丈夫です。はい、無事ゲートを通過できましたので、これからですね、東北道ひた走り旅やっていきたいと思います。外環久しぶりに走る。なんせね本当に移動自粛規制っていうのがあってね、県をまたいではいけませんなんて言ったらね、外環なんてもう県またぎだらけですからね、これは当然なんか言われますわ。なんかスクリーンに鳥の落とし物が築城。はい、川口ジャンクション、これをですね東北道 E4 ですね E4 こちらに向かっていきます。はい、東北道の浦和出口通過です。はい、浦和料金所ちゃんと通過できますように。はい、できました。はい、岩槻ジャンクション通過しました。相変わらずのラブホ街、すんげえ数あるよねこれね、本当に。全店制覇した人っているんだろうか。それはそれで興味津々。ここは蓮田かな、蓮田のパーキングエリア、下り線
上り線がね、場所が移設されて違うところにできたんですけど、すごいきれいででかいところがね。はい、加須インターを通過しました。残りが643キロ、約50キロぐらい走ってきましたかね。はい、羽生インター通過します。東北道といえばね、この RS になってからは仙台までしか行ったことないんですよね。その先までっていうのは今回初めてなんですけど、仙台に宮城県じゃないですか。宮城県までってね、そんな東北道の距離から考えると大したことないんでね。大したことないっていうか、全工程を考えると青森まで全部東北道で行こうと思うと、岩手県が異様に長いんですよね。でもうね、何十年も前のことなんですけど10代の頃にね、北海道ツーリングで金ないですから、やっぱりなるべくね、フェリー代をかけないようにということで、下道じゃねえや、高速でね、青森まで、当時はですね250のツーストで行きました。いやもうね、手がしびれるのなんの、本当ね大変でしたね。大変っていうかね、なんだろう、いつになったら着くんだろうかっていうのと、あとね、もうオイル燃費も悪かったし、オイルもねその都度給油のたんびにね補充しないといけないぐらいなね勢いだったんでね、それが非常に大変でした。ツーストオイルってね、ガソリンと一緒に、ね、混ぜてね消費するんで、やっぱりなんていうかな、ガソリンスタンドでもツーストオイルって売ってるんですよ。売ってるんですけど、ちょっと品質が悪かったりするとね、オイルがボタボタ垂れちゃったり、あとはうまく焼けなくてね、変な匂いがしたりとか、そういうのもあって、なるだけいいオイルを使うように心がけていたものですから、だから、ちょっとね高いオイルを用意して、何本かね用意して行ってたんですけども、それでも3本持ってって、3本1リットルをね3本で、それをね東北道だけで2本入れたかな。オイルランプがつくんですよドッキリしますよね、こっちの方は。で北海道を走っていって、向こうで1本買って、また帰りに2本買ってみたいな、そんなことをした記憶があります。あの頃は若かったかね、やっぱりね。若いと体力あるよね。で果たして今はね、どこまでこのひたすら走ることができるかどうか。で昔はさ、今みたいにこうやってモトブログなんてなかったから、喋りながら走るなんてこともなかったし、インカムもなかったし、音楽聴きながらなんてこともしなかったから、ただ走ってたっていう、それがね、ある意味ただ走りたかったっていうのがあったんだけどもね、それが結構大変だったかな。どうやら21時になりました。はい、佐野藤岡インターを通過しました。お腹すいたな。佐野ラーメンうまそう。でもここを我慢すればあれだ、喜多方ラーメンが待っている。はい、ここが岩船ジャンクション、北関東道との入り口ジャンクションですね。
で北関東道は一部この東北道を並走するような形で走って、どこだったっけ、北関東道を一部ね並走してるんですね、ここはね。菅西方パーキングエリア、菅でいいんだよね、読み方。若干シールドが曇るな。湿気が増えてきたのかな。まあ今日は絶対雨降るだろうということを見越してね、ピンロックシールドをね新品に変えてきたんですよそしてね、スクリーンもなんて雨が弾くようにねコーティングをしてきてバッチリだっていう時に限ってね大して降らなかったりするというね、まあこともあるだろうと思ってあえて準備してきたんですけど、降りそうで降らない一番絵的に美味しくないパターンですね。はい、鹿沼インター通過しました。あ、鹿沼までか、3車線はね。はい、もうここから先はねもう宇都宮とか、那須塩原とかあっちの方になるんで、まあ気温も点数下がってくるかもしれないですね。現在走行距離が584キロ、残りが走ったので130キロしか走ってないの。まあ行けるところまで、走って休憩しようかと思うんですけど、あんまり早く行き過ぎてもねそれこそ奥入瀬とかさ真っ暗でしょそんなの面白くないからね、せめて日差しがある時間帯に行きたいなと思っております。東名高速でいうと130、140、足柄パーキングを越えたぐらいからかな、沼津とかそのぐらいかな。はい、渋滞情報で有名な大谷パーキングエリアが近づいてきました。まだここはパス。はい、とりあえずですね、安達太良高原サービスエリアまで来ました。走行距離は走行距離は265キロ、で、だいたい今時間が22時57分なんでね、だいたい半分ぐらい、来ました。まあ2時間ちょっと走ったんでね、休憩ということで今安達太良高原に来ております。ところがですね、サービスエリアがですね20時までっていうことで中に何も売ってないんですよね。食べるものが全くないので、とりあえず萌えな買って、どっか食べれるところまで行ってこようと思います。はい、じゃあちょっと休憩してきます。悲しい。
福島飯坂もうすぐですな。うわー、これ高速道路だからね、まだこう先が見えるけど、大市内で山緑が綺麗。これ強いな。で風が強い。東北道の闇として福島